こんにちは、旅ちゃんぽんです。添乗員同行ツアーを利用して東京羽田空港からクロアチアのドブロブニクに来ています。今回お正月のお休みを利用して訪れたクロアチア、残念なポイントがいくつかあるので紹介したいと思います。1月5日、クロアチアドブロブニクの朝です。気温はだいたい10度前後です。ホテルのビュッフェの朝ごはんはこんな感じ。朝8時半、朝食を終えて観光開始です。スルジ山という山に来ました。ドブロブニクの旧市街の北側にそびえる標高412メートルの山です。山にはツアーで用意してもらったミニバンに乗車して向かいました。1806年から1816年にナポレオン軍が占領中に建設した要塞と白い大きな十字架があります。山頂からの景色、晴れた日であれば周囲約60キロ先まで見渡すことができます。山頂からはロープウェイが出ていて、ドブロブニクの旧市街からアクセスすることができます。ただし運行時刻は不定期のようなので注意が必要です。ツアーでも本来であればロープウェイを利用できる予定だったのですが、当日は運休中とのことでした。クロアチア紛争博物館です。クロアチア紛争は1991年から1995年にかけて行われました。紛争開始後の翌年1992年に始まったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争とも次第にリンクし始め、泥沼化し長期化したと言われています。この建物、もともとはナポレオンが要塞として建設したものですが、独立戦争では砦として利用されました。壁のあちこちに砲弾の跡が生々しく、今でもそのまま残されています。中の博物館は年末年始とのことで運休中でした。スルジ山を降りてドブロブニクの旧市街にやってきました。強い風が吹いています。ドブロブニク周辺は強風や雷が起こりやすい地域なんだそうです。夏でも風が強い時はとても肌寒く感じられるそうなので、ウィンドブレーカーなど風をしのげる上着があると重宝するかなと思います。それにしてもドブロブニク旧市街、なんか思っていたよりも閑散としています。この日は1月の5日だったのですが、翌日の1月6日はクロアチア国民の祝日、高原祭という日にあたるんだそうです。高原祭はキリスト教の祭日の一つです。お休みしている飲食店も少なくなく、街全体がのんびりとした雰囲気です。フランシスコ教会に来ました。1317年に建設、1667年の地震で破壊されてしまったため、今ある建物は再建後のものなんだそうです。フランシスコ修道院の入り口、教会の内部、多くの装飾品が大切に展示されています。教会には世界で3番目に古いとされる薬局が併設されていて、昔からの変わらない調合で作られているクリームやローズウォーターなどを購入することができます。1979年にユネスコの世界遺産として登録されたドブロブニク。7世紀頃に難民によって建設された町なんだそうです。当時の町の名前は海洋共和国ラグーザ。海上貿易によって15世紀から16世紀にかけて高度に発展しました。1667年に発生した壊滅的な地震、1991年に始まったクロアチア独立戦争、現在までに幾度となく大きな被害を受けましたが、修復と復興工事が繰り返し行われ、今ではアドリア海およびヨーロッパで最も人気のある観光地の一つと言われています。人気が高いあまり、現在ヨーロッパで最もオーバーツーリズムの観光地となっているんだそうです。ドブロブニク観光のベストシーズンは6月から9月、11月から3月まではオフシーズンになると言われています。この撮影をしている日は1月5日なので、ちょうどオフシーズンにあたる時期になります。
オフシーズンは客足も少なく、渡航費や宿泊費も比較的安くなるようなので、お得にのんびり旅行をしたい場合は11月から3月までのオフシーズンが狙い目です。街中に緊急車両が乗り入れてました。黄緑色のホースが長く伸ばされています。カフェや飲食店が多いドブロブニクですが、道幅が狭いので緊急車両も大通りまでしか入れないみたいですね。クロアタというネクタイ発祥のお店、開店前のようです。ドブロブニク大聖堂にやってきました。ドブロブニク大聖堂は7世紀、10世紀、11世紀の建物と12世紀のいくつかの旧大聖堂の跡地に建てられました。この大聖堂も先ほどのフランシスコ教会と同じように地震や戦争の被害を受け、その度に修復を繰り返し今の姿に至っています。ドブロブニク大聖堂は入場無料、礼拝の時間以外は中に入ることができるので、市内散策の合間に立ち寄るといいかなと思います。大聖堂の中には宝物庫があり、地元ドブロブニクの巨匠、ビザンチン、ベネツィア、東洋の芸術作品などが収められています。これらはドブロブニクが諸外国と数多くのつながりを持っていたことをはっきりと示しています。海沿いにやってきました。停泊しているボートは観光用のグラスボートみたいです。今回参加したツアーでもこの場所からクルーズ観光の予定でしたが、オフシーズンだったせいかクルーズ船は運休中、期待していたので残念です。改めてクルーズツアーの内容を見てみると、4月から10月の期間限定のようで、周辺の島々を丸1日かけて回れるようです。一般的に想像するドブロブニクのイメージ、青い空と白い雲、それらを見たいのならやっぱりハイシーズンに来るべきなのかなと思いました。こののんびり静かな街並みもいいものですけどね。オフシーズンは普段と比べて空いている店舗も少なく、閑散としているというのは事前知識としてあったのですが、まさかクルーズ船などの主要なツアーも運休しているとは、そこは盲点でした。こうして人の少ない観光地の街並みを撮影できるのは嬉しい利点ではありますが、もしクロアチア観光を検討されている方が行く時期を迷っていたら、オフシーズンを避けるか、せめてクルーズ船などの主要な観光ツアーが運航している時期をおすすめするかなと思います。ハイシーズンは5月から9月なので、その前後4月、10月が穴場かもしれません。さて、たくさん街歩きをしてお腹が空きました。お昼ご飯です。ツアーで用意していただいたレストランミモザにやってきました。魚のパテとフランスパン、そして白ワイン。メインはサバのムニエル。日本でもとても馴染みのあるお魚なので、期待を裏切らない安定感のある美味しさ。とても美味しくいただけました。デザートはフルーツのシロップ漬けでした。見た目通りのさっぱりとしたデザートでした。昼食を終えて街に戻ると、さっきよりも人が増えているようです。さっきまでやっていなかったお土産屋さんもオープンしています。明らかにさっきよりも活気があります。よかった。カフェがオープンしていたので早速一休み。良い雰囲気です。飲み物はだいたい4ユーロ700円前後から、一番高いものだと1400円近くします。無料で使える公衆トイレがないので、きれいめなトイレに入りたいなとなるとカフェに立ち寄ることになります。街中にはユーゴスラビア紛争の写真や歴史が展示されています。地図の色付けされている箇所が被害に遭った箇所です。一時は壊滅的な被害を受けたドブロブニクですが、その後市民の手で復元され、今の美しい街が蘇りました。聖イグナチオ教会に続くイエズス会の階段。ローマにも同じ名前の聖イグナチオ教会があり、
同じ建築家が設計し建てられました。1725年完成。この教会も年末年始で休館中で入れませんでした。残念。こうして実際現地に来てみると、思った以上に入れない施設や利用できないイベントが多いです。静かな街並みもいいけれど、やっぱりツアーは参加したかったです。ホットワインを買いました。4ユーロ、700円弱です。海風が強い街なので、どうしても温かいもので暖を取りたくなります。チョコのかかったチュロス、こちらも4ユーロ。揚げたての熱々で美味しかったです。街の城壁の外側に出てみます。ドブロブニクの城壁、1272年に山の斜面を含む市の郊外に建設されたのが始まりとされています。現存する城壁は主に13世紀から17世紀にかけて建設されたもの。城壁は途切れることなく約2キロにわたって続き、高さは最大で約25メートルに達します。散策しているうちに日が暮れてきました。ライトアップされて昼間とはまた違った雰囲気です。訪れた日は曇っていて、ゆっくりと暗くなるように日が暮れていきましたが、もし晴れていれば海に沈む夕日と夕焼けに染まる街並みを見ることができたかもしれません。残念。夕暮れ時のメインストリート、とてものんびりとしています。この時間になるとアイリッシュパブやカクテルバーがオープンするので、現地の美味しいお酒を楽しむことができます。そこまでお酒が強くないよという方はホットワインがおすすめ。ドブロブニク大聖堂の周辺も美しくライトアップされています。クリスマスの雰囲気に彩られたドブロブニクを見られるのは年末年始のこの時期だけです。スポンザ宮殿、16世紀のゴシックの建物です。現代風にライトアップされてますね。そろそろ夕食の時間となったのでレストランに向かいます。ガイドブックに載っているレストランで日本語メニューもありました。なんといってもシーフードレストランなので白ワインを注文。グリーンが鮮やかなポタージュスープ、コクがあって美味しい。エビとイカのトマト煮、白ワインととてもよく合います。デザートはパンナコッタ、プルプルのさっぱり味でこれも美味しかったです。お食事を終えてホテルに戻ってきました。次の日、果物たっぷりのヘルシーな朝食をいただきます。今日もドブロブニクの旧市街にやってきました。昨日よりも天気が悪く雨が降っています。今日は城壁の上に登ってドブロブニクをぐるっと一周してみたいと思います。ちなみにこのドブロブニクの城壁ツアー、入場料は200クーナ、日本円でだいたい4500円。高い。この入場料も旅行費用の代金に含まれているので、多分ですけども個人で購入するよりも団体で手配してもらった方が割安なんじゃないかなと思います。城壁は一周するのに1時間弱かかるので、お手洗いを済ませてから入場するのが良いと思います。約2キロにわたって続く城壁は石畳でできているので、スニーカーなどしっかりした足元で入場しましょう。あとはとにかく海風が強いので、この日のように雨が降っていても傘を差したところで何の役にも立ちません。雨に濡れたくないよという人は雨がっぱを持参すると良さそうです。監視窓からの景色、薄曇りの雨の中ですが美しい街並みです。要塞の先端には今でも大砲が置かれています。海を挟んだ対岸にも要塞が見えます。ふと下を見下ろすとこの城壁の高さを伺い知ることができます。ドブロブニクの城壁は中世に町を防御するために建設されました。
この全長約 2km の城壁は14世紀から16世紀にかけて段階的に完成されました。その堅牢な構造はかつての侵略から町を守るために設計されたもので、今日でもその壮大さに圧倒されます。城壁の上からはドブロブニクの旧市街とアドリア海を一望することができ、その絶景は訪れる人々を魅了します。訪れたこの日はあいにくの雨模様でこのような景色ですが、晴れた日の夕暮れ時に城壁を訪れると、沈みゆく太陽がアドリア海に美しい光のカーテンを作り出し、その光景はまるで絵画のように美しいんだそうです。今まで数々の砲撃を受け、崩壊のたびに修復と復興を繰り返し、ドブロブニクの城壁は美しい状態のまま維持されています。はるか昔より多くの諸外国に侵攻された歴史を持つドブロブニク。アドリア海沿岸に位置し、海上交易の要所として非常に重要でした。地理的に地中海地域や東欧と西欧を結ぶ貿易ルート上にあり、様々な国がこの場所を支配下に置きたいと考えたようです。城壁から降りてきました。右側の建物はチャペルで、ハイシーズンのみ空いているようです。こちらはドブロブニクで一番高級と言われているレストラン。ディナーのみの営業のようで閉まってました。レストランの口コミを見たら、デザートが約4000円とのこと。ちょっと敷居が高そうですね。1ヶ月前の予約がおすすめのようです。大きな謎の鍵穴。さて、広場に戻ってきました。この日は1月6日、キリスト教の祭日で人通りがとても少ないです。ツアーで手配していただいたレストランでお昼ご飯です。料理は各自自由にオーダーします。まずは白ワインを注文。お店の人気メニューのイカスミのリゾットを注文しました。イカスミの風味がしっかりと感じられます。イカスミ独特の癖がなく、とても美味しかったです。こちらはホタテのガーリックチーズ焼き。ニンニクの風味が食欲をそそります。身が柔らかく比較的小ぶりなので、あっという間にパクパク食べてしまいます。こちらはチキンステーキ。見た目通り美味しいだが高い。エビのトマトパスタ。味付け自体は薄味で、その分エビの風味がしっかりと生かされています。こちらもお店の人気メニューのツナステーキ。肉厚でジューシーなマグロが重々に焼かれています。こちらも他のメニューと同じくあっさりとした味付け。ドブロブニクから車で1時間ほど離れた場所にある町、ストンという町では、紀元前から続く塩の生産が有名なようなのですが、これらのクロアチア料理にもストンの塩が使われているのかなどと思いました。魚介と塩の風味がとても美味しいランチでした。さて、ランチを終えて外に出ると引き続き雨が降っています。雨に加えて今日は祝日。昨日はもうちょっと賑わっていた気がする広場も鳩しかおらず、閑散としています。雨の降る静かな観光地も絵になりますが、今日はクロアチア最終日なので晴れて欲しかったのが正直なところ。雨よけのある小さなカフェを見つけました。食後のコーヒーをここでいただきます。アイスクリームが看板メニューのお店のようです。ホットコーヒー 2.6 ユーロ。安い。そして美味しい。良心的な価格の良いお店です。クレープにチョコレートアイスをトッピングしたものを注文しました。日本で注文するのと同じぐらいの価格帯で食べられるのが嬉しいですね。指差しと身振り手振りで注文しましたが、スタッフの方も丁寧に注文を聞いてくれました。美味しくて良心的な価格、親切なスタッフさん、おまけにとても綺麗なトイレ、とても良いカフェでゆっくり過ごすことができました。さて、カフェで栄養を補給したので、もう一頑張りしていきたいと思います。海辺の岩場の上に建てられた要塞、ロブリエナッツ要塞に行ってみます。
ロブリエナツ要塞はドブロブニクの旧市街の西側に位置し、海抜37メートルの崖の上にそびえ立っています。この要塞は11世紀に建設が始まり、16世紀にかけて強化されました。その目的は海からの侵攻を防ぎ、町を守ることでした。要塞の頂上までやってきました。この日は雨が降っていましたが、天気が良ければここからとても綺麗な旧市街が見えます。朝の早い時間や夕暮れ時が特に絶景なんだそうです。古い大砲が置かれています。大砲は中世から近代にかけて町を守るために使用されました。ドブロブニクはその戦略的な位置と繁栄した貿易都市として多くの外敵から狙われていたため、防衛のための強力な兵器が必要でした。大砲はその製造技術や設計においても優れたものでした。鉄や青銅で作られた大砲、その威力と精度は当時の最新技術を駆使したものでした。大砲は町全体に配置され、外敵からの攻撃を効果的に防ぐ役割を果たしていました。ここドブリエナツ要塞にも多くの大砲が設置されており、ここから放たれる大砲は敵の船を撃退するための強力な手段でした。要塞の中のトイレ無料で利用できます。要塞の中を歩き回り消耗したので休憩。フライドポテトは3ユーロ520円ぐらい。夕方になり帰国する時間になりました。広場の赤い椅子に鎮座する猫ちゃんにお別れのご挨拶。空港に向かいます。専用バスで約15キロ移動してドブロブニク空港に到着しました。小さくてこじんまりとした空港。滑走路は1本しかないんだそうです。空港には夜の8時過ぎに到着したのですが、空港内のレストランやカフェはすでにどこも閉店していました。売店はここ一つのみが開いていました。コカ・コーラが 4.6 ユーロ800円します。お水は 3.7 ユーロ650円。さすがに高いので何も買わずに飛行機の時間を待ちました。ちなみに制限エリアのカフェはオープンしていました。ドブロブニクからイスタンブールまで約2時間、ハンバーグっぽい機内食をいただきました。深夜12時25分、イスタンブール到着です。羽田行きは深夜2時40分発、しばらくラウンジでゆっくりします。飛行機に乗り込みました。飛行時間は約11時間、機内食は2回、パンとサラダ。次はオムレツ。ずっと何かを食べているような感じなので、合間に胃腸薬を飲んで頑張ります。途中で爆睡をしながら19時45分羽田空港に到着しました。オフシーズンの旅行となりましたが、静かにゆっくり楽しめました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。